はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日はですね、いつもと違う、これ私の清掃なんですけども、こちらの刀を持っているときは気合が入っているという時でございます。で、今日はですね、いつものコーヒー動画ではなくてゲストをお迎えしております。今日ね、いらっしゃっていただいた方というのは、この間ね、2022年の SCAJ で TBS のね、マニアさんというね、番組でね、特集された方なんですね。いや、これね、私もね、すごいお話をもう事前にさせていただいてるんですけども、この道具に対する愛がね、すごいもう僕がね、負けちゃうぐらいのこの愛があるというね、方でね、今回は本当わざわざ来ていただいて本当ありがたいです。ということでご紹介いたします。本日来ていただきました、こうさんでございます。どうぞどうも、はじめまして。こうと言います。どうもいらっしゃいませ。ありがとうございます。お呼びいただいて光栄でございます。ありがとうございます。あの時の握手。よろしくです。よろしくお願いします。ということでね、今日はね、こちらこうさんをお迎えしまして、お話とね、いろいろしながら、コーヒードリップも入れていただけたらなみたいなことをちょっと進めてもう私なんかでよければよろしくお願いします。ということでよろしくお願いいたします。お願いします。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。簡単に自己紹介の方、そうですね。よろしくお願いします。改めましてコーヒーを愛しすぎる理学療法士という名前でインスタグラムでメインで活動しております、こうと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メインはインスタグラム、ね。そうですね。インスタグラムが基本で、もうただただコーヒーってなんかいいなって思ってもらえるような一枚というか雰囲気を撮影する。で、皆さんにコーヒーのある暮らし、ちょっといいじゃんって思ってもらえるようなアカウントを今コーヒーのこの瞬間美しいな、みんなに見てほしいなっていう瞬間を収めてるので、写真は実は僕あんまり詳しくないんですよ。うわ綺麗、今これ見てほしいっていう瞬間をですね画面上から出る愛がねどうしてもこうインスタグラムとかでは味はやっぱり伝えられないですし、その匂いとかもねなかなか伝えられないですし、ただどうにかしてこうコーヒーの楽しさ、美しさっていうものをぜひ皆さんに知ってほしいと思って、いつもいろんな角度でこう撮ってますね。コーヒー入れる瞬間って一瞬だね。コーヒー入れるのに集中しろよって話なんですけど、それね、でもあるあるですよね。分かる気がする。その姿を傍から撮ってみたいね。そうですね。理学療法士さんっていうのもなんか面白いですよね、経歴がね。そうですね。なのでコーヒーはあくまで趣味で、理学療法士として働く傍ら、自分が仕事をするための原動力にもなってる。理学療法士も実はその体を鍛えるっていうのがメインではなくって、生活をより豊かに、怪我をしたもしくは年齢による若い頃にはできてたことができなくなってきたとかあるところで、僕たちがこんな方法がありますよ、こういうとこを鍛えていくと維持できますよとか、そういうアドバイスするようなものが結構理学療法士の真髄かなと。でコーヒーも実はそことちょっと実は関連してて、僕自身のその生活の質がぐっと上がったのがコーヒーだったんですよ。もうコーヒーが全てとは言いませんけど、もし同じようにコーヒーがきっかけでなんか他のことがまた頑張れるっていう方が出てきたらものすごく嬉しいなと思いますね。コーヒーも嗜好品だし、やっぱりね、それを飲んで入れてる時間とか、それを飲んで美味しいなっていうホッとする時間、そして香りが広がって、そうですね、癒しの時間なんでね、自分なりの楽しみ方でコーヒーを楽しんでもらえるといいなと僕は。素晴らしい。コーヒーは自由だ。コーヒーは自由だ。まさしく僕も同じ考えなので、それがこのコーヒーは自由だの言葉に込められてるのをもう代弁していただいているような感じの今ご意見ですよね。よかったです。よかった。コウさんといえばやはりこないだの SCAJ だったんですよね。いやもう誰が来るのかなって正直で僕はね楽しみにしてたんですよ。でブースに来ていただきまして、
この人かみたいな感じでわざわざね来ていただいて本当にありがとうございます。どう YouTube の中の人だと思って恐縮でございます。もう僕はただの本当に素人でコーヒー楽しんでるだけのアカウントでしたんで、逆に言うと皆さんに触れる機会っていうのがあんまり今までなかったので、もうあの時大興奮して、いやなんか楽しそうにしてましたもんね、番組見ましたけど。そうなんですよ。あれちょっと裏話でもうお話はしてたんですけど、実はお昼休憩も取らずにぶっ続けで開始から終了までコーヒーだけを飲んで、しかも僕だけ楽しんでるまさにマニアだから感じ本当に申し訳なかったですね。そっち泣いちゃってましたよね。いや泣きましたね。感動でした。僕がコーヒーの中にこうズブズブのめり込むきっかけとなった方にもお会いできて、実はあの方だけじゃなかったんですよ。あの方で泣いちゃったって感じにはなってたんですけど、他にもいろんな方にもお会いして最終的に泣いちゃった。いや本当に貴重な体験をさせていただきました。面白かったです。どっかでねまた見れるのかわからないですけどね、あの番組がね。そうですね、もうちょっとこの見逃し配信とかも終わってるんですかね。そうですね、365分の1のマニアさんですね。はい。でもあの時にやっぱりその道具を一個一個選んでって、最終的に今回はこれが面白いっていうコーヒーを1個出してたじゃないですか。そうですね、そうですね。僕がやっぱり気になったのはそのミルはね1Z プレッソの JP プロでしたっけ。そうですね、JP プロですね。とあと新フィルターなんですよね。やっぱねそこが僕って思ったんですよ。当時ねその SCAJ の前に僕動画で実はやってて、新フィルターをペーパーを使わない入れ方っていうね、ものなんですね。でステンレスフィルターというのはその、大きく分けてシングルフィルターとダブルメッシュっていう今までの流れがあったんですけど、新フィルターね今回その出た時にすごいなと思ったのはシングルフィルターなんですよ実はあれ。なんですけど微粉がものすごく少ないというので、あれをピックアップしたっていうのを僕はすごいなと思いました。いやもうその数あるドリッパー、僕ドリッパーさんって言っちゃうんですけどドリッパーたちやばいの来たよ、やばいのもともとやっぱりペーパーフィルターと金属系のフィルターって、そもそもやっぱり楽しみ方が違うと思ってるんですね。代役になるものではないとそもそも思ってたんですよ。その微粉ですら楽しむっていう一つのなんかこう、金属ドリッパーの特徴かなっていうふうにすら思ってはいてて、それはそれですごい好きだったんですけど、あの時新フィルターで入れたコーヒー飲ませていただいた時にびっくりしたんですよ。舌触りの滑らかさ、多分微粉が全く落ちてないわけではなくって、本当に細かいもう本当に微粒子っていうんですかね、細かいものだけちょっと落ちてるっていうような感じなんでしょうけど、見た感じはすごい透き通ってますし、実際飲んでみるといわゆるこう今までイメージしてた微粉ではなくってすんごいサラッとこう滑らかなシルキーな舌触りを演出する一つのなんていうんですかね、ポイントとしていい点として、オイルも落ちるし、そのペーパーに近いほど透き通ったコーヒーにもなるし、ちょっと感動でしたね。これちょっとコーヒーのそのコーヒーのオイル、これもいろんな意見があるかもしれませんけど、一部ではねやっぱりコーヒーのオイルこそやっぱり香りが凝縮されてるんだっていう方もおられるくらい、オイル成分も特に大事な部分だとは思ってはいたんですけど、ペーパーではなかなかねやっぱり経験できない部分なので吸収しちゃうのでペーパーが、なのでステンレス系のフィルターで。このコーヒーはいよいよ来たなと思いましたね。過去ねそのステンレスフィルターで、ここまで注目される、もともとそんな有名じゃなかったものがここまで注目されるっていうのはコレス以来じゃないかなと僕は思っていて、ゴールドフィルターってやつですね。そうですね。ステンレスのシングルフィルターの代表格といえば僕の中ではそのコレスなんですよ。ここまでね注目されるっていうのはなかなかなかった。結構コーヒーにこだわりを持っておられる方で、ステンレス系フィルターで実は私入れてますっていう方は、僕もあんまりお会いしたことはなかったですね、これまで。SCAJ のいろんなブースが出てる中で
あれをピックアップしたってのは僕はねさすがだなっていう、すごいなこの人っていう。いやでも本当に次世代というか、もう次の世代が来たなって思った瞬間だったんですよ。僕も思ったんですよそれ。そういやここまで来たかとうとうと思って、結構僕はね同志ができたようなイメージですごく嬉しくて。ありがとうございます。まあね、賛否いろいろあるんですけどね。そうですね。そのペーパーが好きだよって方にはもちろんそっちがいいんですけど、まあ一個の入れ方、ジャンルとしてそういうのがあるんだよ。僕も今でもやっぱりメインはペーパーはペーパーなんですよ。でただやっぱりこう気分を変えたい時とかにはやっぱりコレスさん、僕もアンバサダーちょっとさせてもらってました。インスタグラムでアンバサダーさせて。そうです。一緒にやってますよ。そうなんです。でまあ金属フィルターで入れたりですとか、あとはまあフレンチプレスのようなあんな感じで入れてみたりとか。その入れ方っていろんな楽しめるので、そうですね。もうコーヒーは本当自由なんですよ。自由ですね。入れ方によって全然変わるんですよね、顔がね。変わります。それが面白いですよね。そうで僕のダメなところというか、まあ僕は楽しんでるんですけど、今日のコーヒー嫌だなってないんですよ、あんまり。実はわかるかも。わかるかも。そうなんですよ。別にスケールを使わなくってもバーッと入れて、今日の豆の膨らみこんな感じか、こんな感じで入れようって入れた時に、うわ今日のコーヒーいいな、これもいいなみたいな感じで全部美味しく飲めちゃう。これ多分おそらくですけどプロにはだからなれないんですよ、僕は。そのお店としてカフェとしてその皆さんに常に同じポテンシャル、豆のねポテンシャルを引き出して、同じレベルのハイクオリティなものを飲んでほしい、その一定のね味で飲んでほしいっていうのは多分僕にはやっぱりできなくて、ちょっとこだわりという部分がちょっと違う部分でこだわってるというか、そうなんですよ。全部楽しめちゃう。自分でね楽しんでるからやっぱそこはやっぱマニアさんだな。そうですね。まあ趣味の域をやっぱ超えないですよね。いいですよ。それがね僕もでもやっぱそういう感じあるので、やっぱねその時のなんか感情とかその時の僕目分量多いんですよ、自分で入れる時は。そうですか。例えば人にこういうものをやりたいっていう時は例えば道具をいろいろ駆使してやるんですけど、自分で入れる時は大体バーって入れてバーってやってで自分の感覚でその日の感覚で豆と対話をしながらって言うんですけど、変えちゃっちゃうので、僕もねあんまり否定しない派っていう、その出来上がったものに対して。これはまあこれはありかなとか、こういうふうになったかとか。そうなんですよ。今ちょっと豆との対話ってあったじゃないですか。僕実はテレビ撮影してる時に家でねコーヒーを入れてるシーンがあって、マイクで音を拾ってもらってたんですよ。コーヒーの泡の音というか膨らみの音を拾ってもらって、まあ全部ボツになってますね。そこね、ぜひ聞いてほしかった。本当は聞いてほしかったんですよ。これはもうおうちコーヒーならではなものなんで。そうですね、ならではですね。ちょっとお店でこんなことできないんで。でもそれってこれからのねおうちコーヒーこれから始めてみる方はねきっと会えると思います。そういったシチュエーションを自分でやるのがまた楽しいんですよ。その音とか。ここまでいくとちょっと変態ですけど。いや変態という言葉で喜んで受け入れてます。五感で楽しむっていうのはねおうちコーヒーならではの楽しみ方なんで、ぜひねインスタグラムを参考にされると、これからやる方なんかこういう風に楽しんでる人いるんだっていうのまあ僕がいろんなコーヒー像というかねあり方というかこんな風な感じもあるよっていうのは出していってますので、ぜひ自分に合いそうっていうものがあれば参考にしていただけたら幸いだなと、もうそれぐらいの感覚でやっておりますんで。なるほどね、いいですね。ちょっとねこうやってねずーっとねこの撮る前もねめちゃくちゃ2人で喋って長いんだよね。だから一回ここでこのテーマ切ろうか。次のコーナー行こう。